でもその分なんかやっぱこう女ラッパーとしてくくられること、女ラッパーの中では一番だよねみたいなって言われることももちろんあるけど、そのくくりで見なくても十分私勝負できると思うし。 김봉현의 웹게임 톡. 안녕하세요. 힙합 저널리스트 김봉현입니다. 오늘도 랩게임 토크 저팬 시리즈로 돌아왔습니다. 저는 오늘도 한국이 아니라 서울이 아니라 도쿄 시부야에 나와 있고요. 제가 요즘 서울에서 소식을 접하고 있는데 제가 볼 때는 일본 힙합에서 지금 넘버원이 아닐까, 가장 뜨거운 래퍼가 아닐까 생각되는 분을 모셨습니다. A위치를 초대했습니다. 예, 한번 소개 부탁드리겠습니다. Peace. I'm A-Witch. Hi, Korea. こんにちは. 제가 이제 서울에서 인터넷으로 이제 일본 힙합을 많이 찾아보는데, 제 생각에는 지금 일본 힙합에서 가장 이제 핫한 래퍼가 아닐까라고 생각이 들었고, 주변에도 누가 저한테 일본 힙합에 대해 물어보면은 지금 A위치가 최고다라고 이제 말을 하고 다니거든요. 그래서 인터뷰에 응해주셔서 굉장히 감사드립니다. 네. ありがとうございます。 혹시 도쿄에서도 뭐 서울의 소식을 혹시 좀 찾아보고 듣고 계시는지, 꼭 힙합이 아니어도 힙합에도 좋고 다른 서울의 소식이 혹시 관심 있으신지 궁금합니다. そうですね、なんか最近はでもフェスで韓国のアーティストと一緒になることが多いです。例えば、ヒップホップラッパーとかのくくりだけじゃないかもしれないんですけど、トレジャーズ、ヒョリン、효린, 네, 디보상. ディボ、ディボとやった。ディボとやった。とか、CL、I just met her the other day. And Icon. We were in the same festival. 저도 인스타그램을 통해서 그 시에를 며칠 전에 이제 만났던 것을 봤는데, 혹시 어떤 이야기를 나누는지 말씀해 주실 수 있는지. なんかちょっとだけしか話してないんですけど、でもなんか彼女のパフォーマンスを見て、なんか本当にやっぱ完成度が高いというか、なんか歌も踊りも、あとアティチュードも超やっぱりかっこいいなと思って昔からチェックしてたので、であとなんか韓国のアーティストで気がついたのは、なんだろう、お客さんとのインタラクションが本当に丁寧。They talk a lot with the audience. でそういうのをなんだろう、見習おうと思いました。ちゃんと丁寧にゆっくり話すこと、それは偉いなと思ったし、韓国人のアーティストめっちゃ日本語上手なんですよね。I have to learn Korean って思いました。 그러면 이제 일본어뿐만 아니라 이제 영어에도 굉장히 능숙한 걸로 알고 있습니다. 근데 이제 언어라는 거는 태도를 지배하기 때문에, 저 같은 경우에도 일본에 와서 일본어를 쓰면은 저라는 사람 자체가 좀 바뀐 느낌이 들거든요. 뭔가 좀 더 예의 있고 정중하게 말을 하게 되는데, 근데 이제 제가 궁금한 거는 일본어로 랩을 할 때와 영어로 랩을 할 때 임하는 마음가짐이나 혹은 랩을 하는 방식이 달라지는지 궁금합니다. 日本語でラップするときは主語とかなんか You とか I とかをあんまり言いすぎるとくどくなっちゃうんですよね。なんか日本語の性質上、なんか You、I をあんまり言えない文法になってて、だからそれをなしにどう伝えるのかみたいなのを、それでも分かりやすく伝え方みたいなことを心がけてます。日本で聴いてほしい曲に英語を使うときは、日本人が英語全然できないのでめっちゃなんかエレメンタリーレベルの英語を使う、分かりやすい英語を使うことを心がけてます。でもやっぱり英語を使う意味っていうのはアティチュードとか強さ、その
シンプルでガツンってくる性質があると思うので、それを利用してます。英語を使うときは。韓国語も習いたいです。 연결되는 질문일 수도 있는데 이제 오키나와의 태생이시고 그다음에 오키나와에 미군 기지가 많기 때문에 그 영향을 받아서 에이위치의 음악은 기존의 일본 힙합과 다르게 형성됐다라는 평가를 제가 본 적이 있는데 혹시 이런 평가를 어떻게 생각하시는지 예. 그러니까 제가 알듯 말듯 하거든요. 그 말이. 예. 그래서 이게 어떠한 의미를 가진다고 생각하시는지 궁금합니다. いや、そうだと思いますよ。アメリカがやっぱ近い。本当にすぐ目の前にあるというか、その生活の中にアメリカが織り込まれているから、音楽もそうだしスポーツもそうだし、そのカルチャーが本当に近くにこうある環境の中で育ったから、実際に沖縄のラッパーたちめちゃくちゃ多いし、日本の他の地域とは違った感覚を持っているラッパーとかアーティストとかが多いと思います。 제가 H상의 그 유튜브 채널에서 이제 토크하시는 걸 봤을 때 사실 영어를 구사하는 방식도 기존의 일본식의 스타일보다는 그냥 말 그대로 그냥 정말 영어를 발음하는 방식으로 구사하시는데 그런 것도 좀 차이점이 될까요? 그러니까 기존의 일본 래퍼들은 일본식으로 영어를 좀 구사하는 경우가 많은 것 같은데. そうです。そうだと思います。ちっちゃい頃からなんか米軍の基地の中で英会話の教室に通ったり、先生とかも本当になんかアメリカ人のネイティブスピーカーの人たちがいるところで英会話を受けたり、そういう人たちからなんだろう、ラップの歌詞について教えてもらったりしてたから、そういう中で生きてたからこそ発音めっちゃ大事っていうのをなんかちっちゃい頃から思ってた。発音ちゃんとできないと何を言ってもダサいかもみたいなのは心の中でちっちゃい頃から思ってました。 제가 특히 이제 링크업이라는 트랙을 굉장히 좋아해요. 그래서 많이 들었는데 뭔가 가사를 잘 모르고 들었어도 좀 약간 뭉클한 그런 느낌이 있었습니다. 왜냐하면 뭐 후렴에 보면 땡스 투 힙합이라는 구절도 있고요. 예, 뭔가 뭉클한 내용이겠구나라고 생각해서 가사를 보니까 그런 내용이더라고요. 그리고 뮤직비디오도 그렇고. 제가 궁금한 거는 후렴 부분에 땡스 투 힙합이라는 부분이 정확히 어떤 의미인지, 힙합에 어떠한 것이 감사한지 궁금합니다. ヒップホップがあることでそれぞれの土地のストーリーが分かるんですよ。それで自分も日本の中をツアーで回ったり、韓国にそれこそ行ったり中国に行ったりしていろんな土地のラッパーと出会うことで、彼らが歌っている内容、それを聞くことでその土地のストーリーが分かる、そのチームのストーリーが分かる、そのクルーのストーリーが分かる。そんな音楽ってヒップホップのユニークなところだと思うから、そのヒップホップを通してお互いのストーリーを伝え合える、それに感謝っていう意味です。 그러면은 지금은 이제 어떻게 보면 큰 힘과 영향력을 얻으셨고 그것을 이 자리에서 그 힘을 어떻게 활용할지, 어떻게 하면 긍정적으로 영향을 미칠지도 당연히 고민을 하셨을 것 같은데 그 얘기를 좀 듣고 싶습니다. I want to give back to 沖縄。なんか沖縄の子どもたちはまだまだ日本の中でも一番貧困に苦しんでるところだし、いろんな問題がまだある。そこでなんかこうみんなが自分のなりたい自分になれるようなこう、仕組みだったり、その世界観がまだないんですよ。あそこのあの島にはその考え方がまだない。何にでもなれるっていう。だからそれを自分で体現したいし、それを見せることでなんか俺たちも私たちもって思ってくれることもあるだろうし、実際に何か彼らと話す機会だったり、何かこう仕組み作りをして夢が持てるような世界観を
島に作り出していきたいなって思ってます。 그 여성이란 주제에 관해서 아마 질문을 많이 받으셨을 텐데 H상을 그냥 래퍼로서 보는 사람도 있지만 이제 여성 래퍼로서 보는 사람도 많을 거고 이제 여성으로서 어떠한 역할을 요구한다거나 무언가를 기대하는 사람들이 많을 텐데 여성 래퍼로서 어떠한 고민을 거쳐오셨고 여성 래퍼로서 무엇을 또 이뤄 가시려고 하는지 궁금합니다. 近い将来その女性とか男性っていうののくくりはなくなっていくと思うんですけど、今までそれこそ女性の声がなかった部分も多いと思うので、その部分を取り返すという意味では女としての声、女として今までなかった声を上げるみたいな役割は担っていると思います。でもその分なんかやっぱこう女ラッパーとしてくくられること、女ラッパーの中では一番だよねみたいなって言われることももちろんあるけど、そのくくりで見なくても十分私勝負できると思うし、そのくくりの中で一番って言われてももっともっといける、もっともっと比べられるだろうって思う時は正直あります。けどまあそれもどっちもどっちなんで、自分でも女としての、役割を果たさないといけない時もあるし、女としてみんなよって思う時もあるから、それはもう自分でやるべきことをやるだけだと思うので、だんだん女性ラッパーの中では一番だよねっていうことは言われなくなっていくと思います。 힙합이란 거는 사실 되게 어떤 솔직함 혹은 진실함이 되게 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 많은 사람들이 랩에 매료된 이유는 뭔가 거짓말 같지 않다, 정말 이 사람이 진짜 이야기다 라고 하는 어떤 그 리얼리티가 되게 중요한데, 혹시 가사를 쓰실 때 이러한 진실함이라는 가치를 얼마나 중요하게 생각을 하시고 또 가사에 반영하는지 궁금합니다. 大切にしてます。でも何がリアルっていう議論になった時に、やっぱその自分の中でもいろんな個人みたいなのがいると思うし、なんかこう私が恋愛にときめくような乙女な部分を持っていることもあれば、オラみたいなめっちゃ強い女でっていう自分も持ってるし、なんかそこをちゃんと向き合えた人たちで許せた人たちがそれを歌詞にすることができるし、それを歌詞にできた時にそれが本当に心から出てきてるものであればあるほど、人になんか勇気を与えたり、なんかこうインスピレーションを与えたりすると思うので、大事にしてるけど人をどうこう言うつもりはなくて、自分とどう向き合えてるか、それが一番大事だと思います。 그러면은 이거는 좀 민감한 문제일 수 있는데, 일본 사회에서의 그런 여성 인권은 사실 외국에서 볼 때는 여성 인권이 낮은 편이라고 많이 이야기를 합니다. 예. 사실 저는 한 명도 일본에서 여성 인권이 다른 나라보다 높다라고 말을 한 적을 사실 본 적이 없거든요. 그래서 이거에 대해서 어떻게 생각하시는지, 그리고 만약 공감하신다면 그렇기 때문에 래퍼로서 이런 부분에 더 목소리를 내야 한다고 생각하고 계시는지. でもやっぱり日本の特徴としてみんなと同じようになりましょうっていう風潮はめっちゃあると思うんですよ。だから女の子はこうです、男の子はこうですみたいなこう教え、教育みたいなのは強かったと思います。だからその中で、こうあるべきみたいなのを押し付ける強さみたいなのはあると思うので、それがまあその中で生きてて人とちょっと違うなって自分のことを思う人たちは苦しんできたかもしれない。だからそれがまあ意味をなしてた時代はいいかもしれないんですけど、今こうあるべきだ
女性はこうあるべき、男性はこうあるべきみたいなのがだんだん意味をなさなくなってきてるっていうことをやっぱ気づくことが大事だと思うんで、それっているみたいな、それいらなくないみたいな一声があるだけで、あ、救われたっていう人たちがいっぱいいると思うので、私の曲はそういう立ち位置だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。감사합니다. 김보현의 웹게임 톡.